上司のパワハラなのだ。車両診断通信なのだ。パワハラと車両診断通信が全くつながらないのだけど。まあさすがに車両診断通信とかマニアックすぎて分かりませんよね。一応知ってるわ。知ってるんか。説明してみせて。わかったのだ。むっちゃ怖いのだ。というわけでマジでよろしく頼むのだ。むっちゃ必死だ。埋まらずにさっくりあっさりで済むと思ってるの？史上最大の沼の波動を感じるのだ。明確じゃないのに企画を名乗るなんて過剰広告なのだ。広告は関係ない。こんにちは、四国メタンです。ずんだもんなのだ。春日部紬です。メタン、聞いてくれなのだ。どうしたの？上司のパワハラなのだ。車両診断通信なのだ。パワハラと車両診断通信が全くつながらないのだけど。とりあえずまずは経緯を知ってもらうのだ。紬、練習通りに頼むのだ。はい、わかりました。完全に巻き込まれてるわね、紬。まずはずんだもんが顧客役で、紬がずんだもんの上司役なのだ。あーしがずんだもん先輩の上司です。一体何が始まるの？最近新しい ECU を開発中なのですが、完成者メーカーからいろいろと要件を突きつけられて困ってるんですよ。なるほど、経営者ならどんな業務でも受けられますよ。いつもすみませんね。ちなみに御社は車両診断通信は明るい方ですか？車両診断、車両診断通信はバッチリですよ。多分。これはどうバッチリなのかしっかり聞いた方が良いわ。それはよかった。 ECU の機能を切り出す際に車両診断通信機能が一番分離しやすいのですよ。そうなんですか？車両診断通信機能の部分を全部お任せしたいと思っています。それはもう任せてください。これはダメよ。任せてはダメなパターンよ。そしてシーンチェンジなのだ。紬は上司役継続で、ずんだもんはずんだもん役になるのだ。ずんだもんがずんだもん役って役でもなんでもないんじゃ。よし、ずんだもん、車両診断通信をやるぞ。切り出しやすいからな。受注もしやすいぞ。車両診断通信って何なのだですか？非破壊検査みたいなやつなのだですか？そんなことも知らないのか？でも俺に聞かずに自分で調べるんだぞ。この仕事は断った方が良いわね。あとずんだもんの敬語がいろいろ崩壊してる。というわけで車両診断通信を教えてほしいのだ。経緯は分かったけど、そもそも私が車両診断通信を知ってる前提になってるのはなぜ？メタンならとりあえず何でも知ってそうだから試しに聞いてみたのだ。まあさすがに車両診断通信とかマニアックすぎて分かりませんよね。一応知ってるわ。知ってるんかい？なら教えてほしいのだ。わからないならググればいいじゃない。もうググったのだ。ググってわからないから聞いてるのだ。車両診断通信でググるといろいろ出てくるじゃない。ベクター車の初めての診断とかウィキペディアとか。そこら辺は大体見たのだ。じゃそれで解決ってことで。待つのだ。何も解決してないのだ。概要的なことは分かったような気もするけど、具体的に何をどうすればよいのかがさっぱりなのだ。あーしも気になって調べてみましたけど、自動車関係ということもあってあんまり詳細情報とか出てこないんですよね。まああーしは本来無関係なんだけど。確かに自動車業界は詳細情報は出てこない傾向はあるわね。わかったわ。可能な範囲で解説していきましょう。助かるのだ。よろしく頼むのだ。一応概要的な部分は調べたようだから、復習の意味も込めて説明してみせて。めんどくさいのだ。説明してみせて。わかったのだ。むっちゃ怖いのだ。ずんだもんの認識だとオフボードテスタってので車両情報を収集できる。収集できるのは各種センサ値、各種アクチュエータ、通信回線は K ライン、CAN などあるが CAN が主流。CAN の場合はダイアグノスティックオーバー CAN、通称 DO CAN と呼ばれる。規格として ISO15765 の2、ISO14229 の1ってのにいろいろなサービスが定義されている。定義されてるサービスのカテゴリーは車両情報取得、
故障情報取得と消去、リプログラミング。リプログラミングはフラッシュロムの書き換えのことなのだ。一応調べられそうなところは一通り調べてはいるようね。でもここから先がもうお手上げって感じですね。全然情報が出てきません。そうなのだ。ここで途方に暮れてしまった感じなのだ。途中で企画名が出てきたと思うけど、その企画書は入手したの？やっぱり入手しないとダメなのか？そうね、入手した方が良いわね。基本的には各メーカーから要件として来ることは多いんだけど、中には ISO15765 の2に準拠することという一言で片付けられるパターンもあるし、それに具体的にどうするか悩んでいるってことは使用書とかももらえてないんじゃない？そうなのだ。というか上司がバッチリですとか任せてくださいとか言った手前いろいろ聞くのもまずそうなのだ。まあバッチリですとか言っておいて、すごく初歩的な質問とかしちゃうと気まずいもんね。上司が百害あって一理なしな感じが難覚さ。でもこの際だからぶっちゃけるってのも手だとは思うわよ。最悪の場合はそうするつもりなのだ。でもメタンの説明でわかるようであればそっちの方が良いかなって思ってるのだ。できそうってなれば儲けもん、できなそうだったら顧客に泣きつくって感じですね。というわけでマジでよろしく頼むのだ。むっちゃ必死じゃん。車両診断通信の詳細説明をしていこうかと思うのだけど、さっくりあっさりで頼むのだ。説明が沼るのはごめんなのだ。さっくりあっさりさっくりあっさり。車両診断通信という自動車業界特有の仕様の説明が沼らずにさっくりあっさりで済むと思ってるの？史上最大の沼の波動を感じるのだ。まあ可能な限り簡単な説明にする要努力はするわ。まず最初に認識すべきことはレイヤーね。レイヤレイヤーというと OSI 参照モデルみたいな話ですか？その通り。アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データリンク層、物理層、通信はこの7つの層に分かれるという考え方ね。車両診断通信をこの7層に分けるとこんな感じになるわ。7層あるのは分かりますけど UDS と OBD という2つに分かれてますね。これは何ですか？ここが車両診断通信のややこしい部分。基本は UDS の列で話をすれば OK なんだけど、カーブ法規と自動車排出ガス規制に紐づいているのが OBD の方になるわ。わからん言葉が連発でちょっとわからんのだ。アーシも何言ってるのかさっぱりです。アメリカのカリフォルニア州が主体で排ガス規制のルールを決めてるのよ。それがカーブ法規。これに適合しない自動車はアメリカでは販売できないわ。車両診断通信と排ガス規制が頭の中でつながらないのだ。一見すると無関係な気がするんですけど、どういうふうに関係するんですか？排出ガス規制があるってことは当然排ガスの計測を行うってのはわかるわね。そこはわかるのだ。規制してるわけだから計測しなかったら問題ないかがわかりませんもんね。この計測の際に車速、アクセル回路、吸気流量、吸気圧、O2 センサの値も見るのよ。なるほど。少なくとも車速なんかは必須な気がしますね。徐行してるとき、中速、高速で排ガスの状態は違うでしょうし。そうそう。そして比較でこれらの情報をストックする方法を明記してある。これが OBD の方。沼なのだ。いまいち伝わってない感じね。少し説明の仕方を変えるわ。可能な限りさっくりあっさりで頼むのだ。車両診断通信って段階で無理な話なのよね。車両診断通信のユースケースは大きく2つになる。メーカー、サプライヤーのプロセス効率化目的。法規に定められた情報の開示。1個目が UDS で2個目が OBD。UDS はユニファイドダイアグノスティックサービスの略。OBD はオンボードダイアグノスティックの略。OBD の方は法規から参照されている規格なんで、UDS と比べると通信のタイムアウト値とかが明確になっている。ということは UDS の方は明確じゃないってことですか？明確じゃないのに規格を名乗るなんて過剰広告なのだ。広告は関係ない。一応推奨値程度の記載はあるけど、具体的な数値は各メーカーにお任せね。またセッション制御という概念があって、
セッションを切り替えると通信タイムアウト値が変化しても OK な仕様になってる。めんどくさそうってことだけ分かりました。本格的に設計しようと思うと、規格内で定義されてる大量のパラメータと、それの意味不明さにモチベーションを根こそぎ持ってかれるわね。すでに根こそぎ持っていかれてるのだ。まあ、一気に把握しようとしても難しいところだから、おいおい把握していくしかないわね。今回のまとめよ。車両診断通信のレイヤーは OSI 参照モデルで表現できる。ただし、プレゼンテーション層はない。車両診断通信には大きく2つの軸がある。UDS と OBD。OBD は自動車排出ガス規制から参照されているため、各種パラメータが明確。UDS は推奨値があるだけで、実際の数値は明快存。あれ、もしかして今回の解説はここまでですか？続けても良いけど、この先は各レイヤーを下から説明することになるから、かなりの沼よ。一旦ここで区切ってほしいのだ。ということは、この動画もシリーズにしていく感じですかね。そうね。かなりの情報量だし、一つ二つの動画で説明しきれる内容ではないわね。それに内容がマニアックすぎて再生数も伸びなさそうなのだ。これはもしや再生数、高評価、チャンネル登録数が伸びないとウプ主のモチベーション的に更新が止まるわね。それは困るのだ。上司にぶん殴られるのだ。みんな高評価を押すのだ。このままだと仕事干されちゃいます。だからチャンネル登録もお願いします。そこまでの死活問題だったのね。以上で本動画は終了です。かなりあっさり気味の概要編でしたが、続けば続くほどマニアックな話になっていくと思います。続きができないとマジ困るのだ。高評価とチャンネル登録お願いします。ウプ主的にはそこまで必死じゃないので、興味ある方だけで良いですよ。それではご視聴ありがとうございました。高評価。